皆様、ごきげんよう。今回は、軽飛行機による空の散歩を紹介。出発した空港は、札幌のある、丘珠空港から。使用する機体は、セスナ172スカイホーク。おっちゃんは初めて乗せてもらうので、少し、緊張しているのだ。今回は、北海道のこの辺りを、約2時間かけて飛んでもらうのだ。丘珠空港を離陸後、北上し、石狩湾に出る。その後、札幌の街を抜け、エスコンフィールドのある北広島を通り、美唄空港に着陸。再び、美唄空港を離陸、滝川、赤平の上空を飛んで、旭川空港方面に飛行。そこから左旋回し、雨竜沼湿原を見て、ダムの上空を通り当別町から、丘珠空港に着陸した。お、飛行機を押してるではないかい。おっちゃんたちは、力があるなぁ。飛行前の点検をしてるのかな。この飛行機は4人乗りだ。意外に小さいな。車輪は3つだな。なんでだろう。プロペラは2枚ついている。羽に穴がいくつかあるぞ。搭乗時間だ。おっちゃんは左後部座席に座ったぞ。おお、エンジンがかかったぞ。前のおっちゃんは何やらチェックリストなるものを読んでいるぞ。慎重に調べ物をしているな。右のおっちゃんは忘れ物でもしたのかな。はは？このセスナ機は後ろが見えるな。いや、360度見えるではないかいな。お、これは札幌コミュニティドーム、津ドームだ。この横には陸上自衛隊丘珠駐屯基地が隣接している。ここで離陸前のエンジンチェックをするらしい。常に操縦士の動作が見れるのでとても楽しいぞ。今日は風の関係で滑走路の14から離陸。おお、前のおっちゃんが管制塔から何か言われたぞ。英語だからようわからんかった。離陸の許可が出たらしい。レッツゴー。旅客機みたいな加速感はないな。お、浮いた。76ノットで上昇するらしい。キロで言ってもらわないとわからんぞ。約140キロぐらいか？南に向かって離陸したので反対に機首を振って北に向かう。旋回が始まったぞ。石狩湾に向かって上昇をする。札幌中心部が左に見えるな。この飛行機は羽が上についているので非常に視界がよろしい。下がよく見えるのである。もう間もなくで石狩湾上空だ。
左は、新川、河口付近。左、前方には、小樽市が見える。お、また何やら、航空管制の人と話しているぞ。今度は、南向きになって、札幌方面。おお、海に、風力発電があるな。三日月状の河川だ。ここには、海沿いの陸地に、風力発電が。石狩川は、大雪山系の石狩岳にその源を発し、石狩湾で、日本海に注ぐ、流域面積14,330平方キロメートル全国、第2位、三木川流路延長268キロメートル全国、第3位の一級河川。かつては広大な泥炭地が続き、その中を川が縦横に蛇行して、氾濫を繰り返していた。石狩川の治水は、明治の開拓から始まる、早水路事業を中心とする農地開発などにより、背後地は広大な農業地帯に変わり、沿線には、数多くの旧川、三日月状の川跡湖が残されている。新川沿いを南下する、間もなくすると、琴仁川となる、その先に、北海道大学がある。ここで、琴仁川と琴仁、ハッサム川に分かれる。左に見えるのが、札幌競馬場です。札幌の人口は、197万654人。世帯数、99万5143世帯。令和5年9月1日現在。ここは、北広島、手前の大曲。北広島とワッツ。イスコンフィールドだ。屋根が開いてるぞ。札幌ドームの真横を飛んでいるな。札幌市、菊水。左奥が札幌ドーム、手前が多目的ホールの北海北エール。右が豊平川。左下に JR 札幌駅がある。あらら、右前方。火事っぽいな。さあこれから、当別町を抜けて、美唄空港に行くぞ。北海道医療大学、JR 学園都市線の終着駅でもある。
新篠津滑空場を過ぎると左側に月形刑務所。石狩川沿いを飛んでいると前方に美唄市が見える。そろそろ下降し始めたぞ。ゴルフ場の横にあって見つけやすい空港だそうだ。スカイポート美唄は北海道美唄市茶市内にある農道着陸場。北海道や美唄市が国の補助を得て建設し、1997年10月10日に開場した。正式名称は中空知地区農道離着陸場、または美唄市農道離着陸場とも呼ばれる。主な利用として小型航空機による農産物輸送のほか、殺素材散布ヘリやドクターヘリの離発着場所としての利用、グライダースカイダイビングなどのスカイスポーツ、各種イベント会場として利用されている。滑走路の長さは800メートルなので、小型機や小型総発機は離発着可能とのこと。前日の大雨で滑走路の中心あたりが水に浸かっていて午前中から排水作業をしているらしい。滑走路が見えたぞ。まだ中ほどに水たまりがあるではないかい。着陸、おっと滑走路上に車がいるぞ。大丈夫かな。空港で燃料を入れ、トイレに行った後、すぐ離陸をする。またもやおっちゃんたちは飛行機を押しているではないか。離陸はまだ排水車が滑走路上にいるので左側を使ってテイクオフ。左の池は砂川オアシスパーク。砂川オアシスパーキング。北港公園、札幌、網走間を走る特急オホーツク。現在は3両編成になっているようだ。手前の空知川、その先の石狩川には滝川スカイパークの滑走路がある。空知川沿いに赤平市に入ると城があるではないか。徳川城らしい。その先の芦別上空から旭川に向け山越えをする。山越えをするため上昇すると雲が出始めてきた。おお、雲に気影が移りその周りに虹が見えるではないか。これはブロッケン現象というらしい。だいぶ雲行きが怪しくなってきたので、旭川空港の管制を聞いていると霧がかかっており、有志海飛行では現在のところ着陸できないとのことらしい。旭川、盆地特有の気候だ。ルート変更し、次の雨竜沼湿原に向かった。旭川を抜け、深川に入ると、急に天気が良くなった。石狩川沿いを進むと、雨竜の町がある。しばらくすると、雨竜の町、上空に来た。このまままっすぐ、所管別岳に向かえば、そこに湿原がある。
諸鑑別手売焼尻国定公園を代表する自然雨竜沼湿原。標高850メートルの大地に、東西 4km、南北 2km にわたって広がる雨竜沼は、日本有数の山岳型高層湿原帯。大小100以上の地頭と呼ばれる沼が点在し、夏は数多くの高山植物が咲く。花の見頃。6月、水芭蕉、書状バカマ、エゾの琉金花、チングルマ。7月、エゾ肝臓、ヒオウギアヤメ、白山千鳥、ワタスゲ。8月、立ち木帽子、雨竜候骨、エゾの羊草、騒ぎ京。9月、エゾ林道、などなど。湿原、入り口ゲートから歩いて4キロほどだが、割と平坦な道なので、季節に合わせていくと良い。さあ、景色も十分楽しめたので、いくつかあるダムの上を通って、当別方面に向かう。徳富ダム。この辺りから高度が徐々に下がってきたなぁ。当別ダム。当別町にやってきたので、もう丘珠空港も近い。管制塔から滑走路32に着陸許可が出たみたいだな。丘珠空港に戻ってきたぞ。今回の飛行時間は約2時間ほど。朝9時過ぎに出てお昼前には戻ることができた。悪天不良のため旭川空港には降りることができなかったが、綺麗な雨竜沼湿原はとても綺麗だったので大変満足だ。前のおっちゃんたちにも良いフライト感謝する。前のおっちゃん、ナイスな着陸だ。わあ、とても楽しかったぞ。今回はこの辺で、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。